前回の動画では17世紀から18世紀の絵画を取り上げ、西ヨーロッパ諸国のバロック作品、バロック時代までの重々しさが消えて優美で軽やかなロココ美術、古代ギリシャ・ローマを理想とした新古典派の作品を紹介しました。今回の動画では19世紀の写実主義と印象派の作品を紹介します。19世紀の絵画は少し離れた部屋にあるので2分くらい歩いて移動します。部屋の番号に沿って見どころ作品の紹介を始めます。802の部屋には農民画家ミレーの作品が展示されています。星草の山という作品で1875年にミレーが亡くなる1年前に完成しました。最初ミレーは歴史画や肖像画を描いていました。これは西洋絵画の格付けが高い作品の方が需要が多く売れやすかったからです。1849年に社会性や政治色を持った作品を作るためにパリ郊外にあるバビルゾン村に移住します。1875年に亡くなるまでの約25年間をバビルゾンで過ごし、最も有名な落ち穂拾いも43歳の時に書かれました。ミレーはすべてのものに神が宿るという考えを持った人で、多神教的な考え方は農耕民族である日本人にとっても親しみやすく、西洋画のミレーの絵画は東洋の絵画のように感じられます。808の部屋にはイギリスを代表する画家ターナーの作品が展示されています。2020年2月から20ポンド紙幣に採用されるなど、イギリスでは絶大な人気を誇る画家です。イギリスの産業革命を背景に嵐や雨など自然の脅威を描くことを得意とし、1840年にイタリアのベネツィアに2ヶ月滞在した際には数多くのベネツィア絵画も残しました。810の部屋には印象派の先駆的存在であるマネの作品が並びます。マネはブルジョワ階級の出身で、伝統的な技法や主題を扱いつつ時代を先取りした表現でモネやルノワールなど若い画家たちから慕われました。マネ自身は印象派展に出展せず、あくまでサロンでの評価にこだわったものの、印象派の画家たちの指導的役割を担いました。サロンとはアカデミー主催の公式な展覧会のことで、サロンへの入賞は一人前の芸術家と認められる指標でもありました。815の部屋には印象派の中でも異色の存在だったドガの作品が展示されています。バレエは当時のパリ社交界と結びつき、その動きと美しさに魅了されたドガは踊り子を描き続けました。彼は舞台裏やリハーサルに何度も足を運び、さらには入浴場にいる女性も描き、躍動感ある構図と斬新な視点は後の現代美術にも影響を与えました。メトロポリタン美術館にはモネの作品が20点以上所蔵されていて、818番と819番の部屋に展示されています。モネと聞けば睡蓮を連想する方は多いと思いますが、メトロポリタン美術館にもモネの睡蓮が展示されています。チューブ絵の具の普及により画家たちが外に出て絵を描けるようになり、モネは五感で感じたことをキャンバスに表現しました。モネは印象派の代表ですが、若い頃はフランス北部ノルマンディーの風景や自分の子供が遊んでいる様子、ゴッホのひまわりの構図を連想させる静物画など写実的な絵画に取り組んだ時期もありました。有名なルーアン大聖堂の連作の一つが
メトロポリタン美術館には飾られています。連作は30作品で構成されていて、モネが50歳を超えてから描きました。私がオルセー美術館で鑑賞した4枚の作品の一つは、メトロポリタン美術館の所蔵する作品と構図が似ていますが、絵を描いた時間帯が違うからでしょうか、色合いや雰囲気などは大きく異なっています。821番の部屋には、モネと同じく印象派を代表する画家ルノワールの作品が展示されています。人物画に優れた才能を発揮し、しなやかな筆と明るく甘美な色調が特徴的です。疲れている時や重苦しい気分になって落ち込んでいる時に、ルノワールの甘く温かい絵を眺めるとほっとします。ルノワールは絵のモデルとなった女性と関係を持つことが多く、恋多き画家でもありました。822番の部屋には、日本で最も人気の画家の一人、ゴッホの作品が展示されています。ゴッホの絵を見て感じるのは、絵の具の鮮やかさです。描いてから100年以上も経っていて、絵の具も厚く塗っているにもかかわらず、剥げ落ちもなければひび割れもありません。油絵独特のぬらぬらとした質感までが残っています。ゴッホは食べるものも節約し、生活を切り詰めて絵を描いていました。しかし絵の具だけは最高のものを使っていたのです。品質のいい絵の具を使っていたからこそ、今もゴッホの絵は変色していないのです。4歳年下の弟テオがゴッホのために常に最高品質の絵の具を送っていました。ではなぜゴッホは絵の具に執着したのでしょう。ゴッホは人付き合いも苦手な不器用な人だったので、要領よく絵の具を混ぜて節約する器用さがなかったという説もあります。ですが最も大きな理由としては、絵の具に対する自分のまっすぐな気持ちをごまかすことができず、最高の絵の具を使って自分が表現できる最高の作品をできるだけ長く残したかったというゴッホの気持ちがあったのだと私は思います。最後に紹介するのはクリムトです。ウィーン出身の画家で官能的な作風を確立しました。この作品のモデルは9歳の少女で、彼女の自信に満ちた姿勢と表情が特徴的です。最も有名な作品は接吻で、オーストリアのウィーンにあるベルベデーレ宮殿に展示されています。メトロポリタン美術館には西洋絵画以外の展示も充実しており、特にエジプト美術エリアのデンドゥール神殿は必見です。ニューヨーク観光の際はぜひメトロポリタン美術館に足を運んでください。